始まりましたモンスタージョン TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。いいんです。それでやっていきましょう。今回はですけども、こちらのビブルカードからパート2でございます。集結超新星ということでね、やっていきたいなと思います。前回のね、この超新星のやつではいろいろと面白いお話をしましたけども、特にシャッキーのやつね、シャッキーとロックス、これとんでもない話をしました。これもぜひともね、前回の動画見てほしいなっていうふうに思いますけども、今回はそれに続くわけでございます。というかね、このビブルカードやべえよ。いろんなビブルカードがバーって出ているけども、これ特に重要でございますよ。何が重要なのか、そりゃウルージさん乗ってますから。ウルージさん乗ってたらそれは重要でございますよ。もうあとはもう何でもええよ。ウルージ出てたらそれでええねん。そらひどいんでね。ウルージがよみたいなね。そういうわけではございません。逆に多分ウルージについてはほとんど突っ込むことないと思うけど。はい、ということでね、めちゃくちゃ力いるんで、お話をしていきたいなと思います。まずは、スクラッチメンアップということでね、アップーさん、意外と懸賞金高いんですよね。3億5000万ベリーということで、彼は結構好きなんですよ。やはりみんながみんなで海軍大将キザルーから逃げていく中で挑んでいくんですよ。海軍大将キザルーっていう風に言って攻撃かまして返り討ちに遭うっていう。とはいえ、やはり捕まらなかったということで、他の奴らよりは経験値めっちゃ入ったよね。だってキザルの攻撃を受けているわけでございますから。死んでおりません。ということは、海軍大将の攻撃はこれだけやべえんだっていうのが分かっているわけでございます。だからこそ彼は一本前に出ているわけでございますよね。そんな中彼はね、今そのカイドウさんサイドであるっていうことが分かって、いつからカイドウさんサイドなのっていうね、そういったところとかいろいろと出てくるわけでございます。筋金入りでございますけども、言うて最悪の世代でございますから、単純にカイドウさんの部下です、犬ですか、ワンワンですか、赤犬さんですかって言ったら、そうではないかもしれないよね。やはり最悪の世代っていうのは何かあるわけでございますから、ちょっとそこら辺は違うのかななんて思います。で、やはり彼気になるところとしては、もともと1億9800万ベリーという形で出てきましたけども、現在ではもう倍近くでございますよね。3億5000万ベリーで、やはり億を超えてくると早々に上がるものではないというところでございますけど、ガンガン上がっていっているということで、一体何があったのか、何をしたのかっていうね。これについてはそのアプーの覚醒というか、その力ってどんなもんなのっていう形で動画を出しておりますけども、考えられるにこのヒストリー見てみると、彼の船が乗っております。で、彼の船っていうのはでっかいラッパというかね、スピーカーみたいなものが、ついてるわけでございますね。で、彼の能力って音楽を使うわけじゃないですか。そうなると、もしもこのスピーカーを通して、その能力を発動できるってなると、彼ってそういう風に、キザルさんをスパンと切っていったりとか、爆発させるような能力とかね、持っているわけでございます。こういう風にドーンってやると爆発するみたいな。彼のその擬音だったりとか、体のいろんな部分を鳴らして、それに応じて能力が発動していくっていうね。だからそのシンバル的な感じで言うと、シャーンって感じなんだけども、シャーンイコールスパンと切れていくっていう。それこそ、キザルさんはそれで切れましたよね。爆発もあったから。で、爆発に関しては映画スタンピードでね、ドーンってやって爆発してるようなね、場面とかあったけども、そういったようなのを、このスピーカーを通して、ドーンって発動していくってなると、これ、島ごと消えるんじゃないのっていう風に思えるんだよね。島じゃないかもしれないけども、町一つは少なくとも消えるよね。で、もしもこれを、そういった政府の管理しているような箇所をね、吹っ飛ばしたって言ったら、これ、えらいこっちゃだよね。それは奥まで行きますよ。もしくは、戦いで、兵器でこれを使ったとか。そうなると民間人への被害っていうのは甚大でございます。だからこその懸賞金がここまで上がってくる。キッドに関してもそうだよね。やはりいろんな事件を起こしてきているけども、特にいろんな人に迷惑をかけているからこそ、いろんな人に被害を出すからこそ懸賞金が高い。懸賞金が高くなっていく特徴としては2つでございます。人々への被害、そして政府に対する危険度っていうところで考えていくと、彼はそっちのような感じはしますよね。街ごと消し飛ばしたのかっていうね。そういった可能性を、全然から持ってるんで、ヤバみなのではないかと思います。そして続いては DS ドレイク。
でございます。DS ドレイク懸賞金2億2200万ベリーということでね。彼に関してはもう判明しましたね。ガチの海軍であるっていうね、海賊サイドに潜入をしているということが分かったわけでございます。これに関しては僕は前から言っていて、そこの考察を当たっていたわけでございますけども、そこからでございます。そこからどんな展開になっていくのか。彼に関しては、親父さんを見てきて、もともと自分の親父さんっていうのは海軍でした。かっこいいなーっていう風に思っていたんだけども、海賊になってすげえクズみたいになってるやん、酒ばっか飲んでなんやこいつってなって、もう嫌いになっていたところ、もろもろと、ドフィー君の一連の事件が起きていったっていうね。で、そこから海軍に拾われていったっていうような流れでございますけども、言うて、もともと正義だと思っていたお父さんが、海賊になっちゃった。悪じゃん。嫌いっすわ。っていう風になるタイプなのよ。それだけ自分の正義っていうのがしっかりしているっていう意味なんだけども、じゃあ今自分の信じてる正義イコール海軍ね。この海軍の正義っていうのが揺らいだらどうなるっていうね、イコール世界政府、それを管理している世界政府が悪だと知れば、彼が信じるのはやはり自分の正義。最終的には自分の正義になるわけでございますから、そうなってくると海軍であれ、世界政府であれ、反旗を翻すわけでございますよね。現在のワノ国ではまさにそういったような疑いっていうのが彼の心の中には出てきているわけでございます。なんでワノ国に CP0 がいるので、武器の流通。ちょっと待って、これ大丈夫っていう風になるわけでございます。で、彼はソードってことが分かってるわけでございますけども、コビー君も同様でございますよね。彼も海軍大好きだけども、ルフィ君も大好きだよね。そこがまさにすごいポイントとなってきて、ルフィ君はやはり正義なんですよ。このワンピースの中でね。その正義を信じているからこそ、仲が良い。ね、道が違えど仲が良い。で、気づいたら自分のいるこの海軍っていうのが悪だって知れば変わってくるよね。イコール、ドレイクがそういう風に、完全に海賊になるというよりは、反旗を翻すこと同様に、コビー君も同じソードだからこそ、そういう風に、反旗を翻していくって可能性が十分にあり得るよね。あとは、問題児の赤犬さんでございますよ。ここに思い切り剣のね、マークが入っているソードっていうところを考えていくよ。もしもこれでガチでソードっていう風に考えていくと、これはいろいろとちょっとね、やばい展開になるのではないのかなと思いますけどもね。そして続いては、我らがウルージさんでございます。ゴッディウルージでございますね。このゴッディウルージさんに関しては本当思うところはいろいろとありますけども、別でこれ動画出してるんで、真面目な動画はそれを見てください。持っている石、これ何っていうね、すっごいこれ大事な動画なんで、見てほしいなと思います。これを見れば、ワノ国と空島のつながりっていうのがいろいろと見えてくるかもしれません。一つの可能性でございますけどもね。で、それはそれとして、今回はね、彼が今まで行ってきた商業の数々をね、お話をしていきたいなと思いますけども、まずは4校に対する数々のね、偉業でございますよ。まずは空島でございます。空島にいたカイドウさん、キリンガさらして言うて頭かち割ってドーンと落としていたわけでございますよ。因果ざらしでございますよ。そしてビッグマム海賊団をね、もう半壊させてるわけでございますよ。もう崩壊寸前まで追い込んだ男でございますよ。で、やっぱ極めつけはね、やっぱこの4校殺しっていうところになってくるわけでございますよ。シャンクスを半殺しにしていった腕吹っ飛ばしたわけでございますよ。因果ざらしを思いっきりスパーン言うて腕がないみたいな、そんな感じになったわけでございますよ。これほどに恐ろしい男でございます。キザルの攻撃食らっても熱いな。これだけやね。もうこれだけで済ましていくウルージさん。そんな彼の好物、小豆が好き。そらは因果ざらしでね、カイト突き落とせるわな。なので、さっき言いましたけども、真面目な動画は、このサムネ出てるんで、これ見ていただければと思います。今のこのもろもろの流れは、心のね、隅に置いといてくれたらなと思います。ということで、続いていきましょう。続いては、キラーでございます。ゴッディキラー。この流れはええか。ゴッディキラーはええな。仮面取ったら銀さんなのではないのか説ね。それはないですね。判明しましたね。違いますよと。ね。これに関してはそれとしてでございますけども、彼も強いよね。彼はゾロ先輩にダメージを与えていってるわけでございますから、その力っていうのは間違いないでしょう。で、もろもろと今回はちょっとね、大変な目に遭ってるわけでございますけども、それがどこでこう変わっていくのか、どこで反撃をしていくのか。言うて彼は2億の男でございますからね。言うのであれば、麦わらの
一味と同じような感じでございますよ。船長のルフィ君が、ルーキーの中でドンといて、で、こっちの船長のキッドもいて、で、2番手のゾロ先輩がいて、キラーがいてっていう、そういったような位置なんですよ。ゾロ先輩と同じような位置でいるわけでございますから、彼の力ってのは間違いない。そして、懸賞金が全てじゃないですから、だからこそ、ちょっと彼のね、今後の活躍っていうのは、すごい気になるわけでございます。まさかのスマイルの流れはちょっと想像はつかなかったですけどもね。ということで、続いていきましょう。続いては、トラファルガーローでございます。まあ、彼に関してもね、思うところはいろいろとあるわけでございますけども、武装色。見聞色を持っているこの男、覇王色、これ出るの出ないのどっちっていうね。覇王色でそうだよね。これ前にも言っているんで、以下省略というね、この動画を見ていただけたらなと思いますけども、まあなんか、キッドさん覇王色あって D ではない。で、トラファルガーローに関しては D であって覇王色がない。テレコってるよね。で、それ全部あるのが D であり、覇王色であるのがルフィ君。3人、みんな同じで D と切って、そして、覇王っていう風に来るのではないのかっていうね、そんな感じがするんですけどもね、そこら辺はどうなのか。そして、ローさんの剣でございます。彼が持っている剣。これ実は妖刀でございますね。これ最新のワンピースマガジンでございますけども、ワンピースマガジンを読んでいくと、それぞれのキャラクターの過去の話っていうのがいろいろと知れるわけでございます。これはまだいろんなところに出ているわけではないのでね、そのワンピースマガジンでしか読めません。多分ね。そしてローさんの子供の頃の話とか初めてね、このオペオペの実を使っていった流れとかそういったのがわかるわけでございます。で、彼の刀についても情報出ていたりとか、SBS でも出てるんでしたっけ？それにしても他の武器コレクションみたいなページとかでも載っているので、あれですけども、ただ妖刀であるっていうことが判明しているわけでございます。なんかちょっと気になるよね。妖刀イコールダメな刀ではなくて、扱いづらい刀っていう風に考えていくのが正解でございますよね。初めてゾロ先輩がね、リュウマの刀をゲットした時も扱いに困っていたわけでございますから、そういったようにね、ちょっと強い刀っていうのは扱いづらい。イコールリュウマの刀が妖刀とかそういう話ではなくて、いいものっていうのは本当に扱いづらいっていうのでそういう風になっていったりとか、でもあとは、非鉄一派が全部妖刀であったっていうところと、で、こっちの刀がね、妖刀であるっていうのがそういう風になんかこう、繋がってくるのかどうなのかっていうね、そこも気になるところでございます。そして、続いては、ベポでございますね。ベポに関しても、このワンピースマガジンを見ていくと、彼とローさんの話とかいろいろと見えてきて、余計にベポさんを好きになるのではないかと思いますけども、彼の衝撃の懸賞金でございますよ。500ベリー。ワンコインね。なんかね、このワンピースのこういったシステム面白いよね。ベポ500ベリーで、チョパーヤンもね、なんかそんなような懸賞金でさ、もしも本当にこれでね、そのミンク族っていうところからのキャロットが仲間になっていったらいくらになるのかっていう、なんか数論家のところですげえフィーバーしそうなんでね、もうちょっと懸賞金いい感じになってそうだし、チョパーヤンもうええやろね。50ベリー、100ベリーとかもうええやろ。次でなんかもう奥とか乗ってもいいのかなっていう、それかわいそうなんでね、なんか乗ってほしいなっていうふうに思うわけでございますけどもね。そして続いてもみんなお待ちかね、レイリーさんでございますよ。シルバーズレイリーということで、見聞色、武装色、覇王色すべて持っているわけでございます。こんなかっこいいレイリーさんでございますね。彼気になるところでございますけども、ここに書かれている一文がすごく面白いんですね。時代を担う若き力の台頭を待ち、シャボンディ諸島での長き隠遁生活に入ったっていう風に書かれているわけでございます。で、そこから、そして時は来た。かつての部下赤髪が自身の片腕と麦わら帽子を託した男、ルフィ。誰より自由を求め夢を追い、義兄のため命を懸け、そして失ったこの青年にレイリーもまた自身の全てを託そうと決めた。っていうね。ここら辺がすごいなんかロジャーさんっぽいようなね、誰より自由を求め夢を追いっていうね、そこら辺がっぽいなと。で、こういったような男を待っていると。で、シャンクスも託したっていうね、ルフィ君だからこそ託したレイリーさんがここまで修行をつけた。そしてクロッカさんも人を待っていた。誰を待っていたって考えていくと、結局はルフィ君なのではないのか。なぜルフィ君なのかっていうと、クロッカさんは当時は分からなかったのかもしれない。その力っていうのはね、まだ出ていなかった。似ているだけっていう。だけども、今では、頂上戦争でもね、それを見せているわけでございますけども、ミホークが言っていたわけじゃないですか。この力みたいな、人を引きつける力っていうね。で、結局、繋がってくるのが、おでん様もそういったような力があって、徳様がなぜこの時代を選んだのかっていうのが、その謎の力っていうのがポイントになってくるのではないのかなんて考えるんですよね。ルフィ君も持っているこの力、ロジャーさんも持っていたこの力、人を引きつける力。なぜこれが必要なのか。それが時代
代を変えるために必要な力だからこそ、これを持っている人物を待っているのではないのか、そういった人物が来た時に思いっきり世界をひっくり返そうぜっていうような考えがあったのではないのかなんて考えます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回こんな感じで締めていきたいなと思いますけども、他にもいろんな面白いキャラクターの情報出ておりますので、ぜひともこのビブルカードゲットしてください。OK ですか。ということで最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシということでパーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!